は。ニュージーランド在住のセイです。さて、今冒頭の動画でご覧いただいたように急勾配の坂をこちらにある私のプラドで一気に駆け上ってみました。ちなみに今履いているタイヤはブリヂストンのデューラー AT オールテレインモデルですね。つまり完全なオフロード仕様ではないんですが、オフロードも走れるよといった程度のタイヤですね。ですが今ご覧いただいたように勢いをつけて一気に登ればこういった坂も登りきることができるんですね。ただこれがゆっくり登っていくとやっぱり途中で止まりますし、そこから坂道発進しようとしてもどんどんタイヤが砂をかきむしっていって下に沈み込むばかりで上に登っていかないんですね。そこで今回はこの状態でさらにタイヤチェーンをつけたらどのように走破性が変化するのか、そこを見てみたいと思います。では行ってみましょう。今回使用するのはこちらの TPU スノーチェインというウレタン製ですかね。プラスチックというかウレタンですよね。これはそういった素材でできたタイヤチェーンを使います。ちなみに要所要所に金属のスパイクがついていて、これでしっかりと地面を掴んでくれます。こんな具合でタイヤチェーンを巻き終わりました。タイヤの内側の方の留め具を留めた後、こうやってゴムでそれぞれの留め具を留めていきます。こうすることで、しっかりとチェーンが引っ張られて外れなくなります。では早速試してみましょう。今タイヤチェーンをつけて走行し始めたわけですが、感覚としてはやはりチェーンなしの時よりもずっと楽ですね。タイヤだけの時はこういった砂浜でもちょっと柔らかいところを走るとこう車体が沈み込んでいって少しずつこうかきむしりながら前に進んでいく、そういった感覚があって、アクセルも結構しっかり踏むので車自体が結構苦しそうな音を立てながら重たそうにしながら動くんですが、やっぱタイヤチェーンがあると楽々ですね。しっかり砂を噛んでるからなんでしょうね。なのでこう車体が沈み込むような感覚がなくて、かなり今楽に運転できています。試しにちょっとアクセルを緩めてみましょう。今アクセルオフにしたんですが、やはりこの減速の具合が違いますね。意外にもアクセルをオフにした瞬間もタイヤだけだともっとグッと強いエンジンブレーキがかかってるかのように減速するんですが、なんかこのチェーンつけた状態だと比較的滑らかですね。緩やかに減速するといった感じがありますね。これだけでもすでにタイヤチェーンをつけた恩恵というのが感じられますね。ではこのままさっきの砂丘に戻ってヒルクライムを試してみましょう。ではタイヤチェーンなしだった時と同じ時速40キロで行ってみます。楽々ですね。
タイヤチェーンなしだと砂丘を登りきる直前のところで結構スピードが落ちて、最後よいしょって感じだったんですが、最後までずっと安定していきましたね。ちなみに下りは下りもやっぱり安定してますね。何の不安もなく、ハンドルが取られるような感覚が何もなく、あっさり降りてきましたね。時速30キロで登ってみます。やっぱ加速が楽ですね。余裕でした。あっさりでしたね。では今度は時速20キロで行ってみます。ちょっと登りきれませんでしたね。よいしょ。では今度はトランスファーをローにした状態で時速20キロで進入してみたいと思います。おお、トランスファーをローにすれば登りきれますね。ちなみにギアの方はセカンドにしてあります。では今度は時速10キロで進入してみます。ちょっとこのスピードだとさすがに登れないようですね。びっくりした。では今度は砂丘の途中で一旦止まってそこから発進できるかを試してみたいと思います。じゃあこの状態でトランスファーはローでギアもローでいきます。では行ってみましょう。さすがにちょっとここから発進するのは難しいようですね。ということでタイヤチェーンありとなしそれぞれの状態で砂丘のような滑りやすい路面での途半能力の違い、こういったものを試してみましたがいかがでしたでしょうか。今回試した結果、さすがに一旦停止してから坂道発進、あるいは時速10キロ程度でのごく低速での途半、こういうのはさすがにできなかったわけですが、低い速度で
登っていくことができましたし、同じ速度で登っていても安心感が全然違いましたね。やはりタイヤチェーンなしの状態だとタイヤがどんどん滑って砂をかきむしりながら上に登っていくという感覚が強かったんですが、タイヤチェーンをつけているともうがっちりと路面を噛んでいて、全然タイヤが滑っていないかのような感覚になりました。またタイヤチェーンをつけていてもやはり登りきることができない場所、走りきることができない状況というものがある、そういったことも理解することができました。では今回の動画は以上で終わりです。いかがでしたでしょうか。今後も車のことも含めニュージーランドから様々な情報を発信していきますので、興味のある方はよかったらチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。